いらっしゃい、お待たせしました。どうぞいらっしゃい。どうもおおきにお待たせしました。さあおおきに。あれやで、最初はうどん屋さんやろうと思ってた。平日はランチだけやから、5升。金土を夜やるから、先週の金土はあれやな、10升炊いたら。10升。もう全部カラカラ。10升でも足らんぐらい。米が高くなって大変やこれ。油焼きせんとなじませて。そうあれやで、最初はうどん屋さんやろうと思ってたんや。やっぱりそうなんですね。もともと俺天ぷら職人や、10年ぐらいやってて、はい、まあ、うどん好きやから、はい、天ぷらうどんの専門店をやろうかなと思ってて、その天ぷら屋さん雇われてたんやけど、店長やってて辞める2年ぐらい前にそれを思い出して、そっからこう自分でだしを作るようになってんけど、仕事終わってだし作ってっていうでやってて、でまあ辞める1年前ぐらいあるうどん屋さん食べたんやけど、めちゃくちゃうまくて、そこのうどん屋がちょっとこれいや語れへんなっていうのがもううどんを諦めたきっかけかな。でもまあまあまだ一人で何かやりたいなと思ったから、次パッと僕が肉吸いつけたから、あ、じゃあ肉吸いしようって、それで誰もやってへんなと思って、でもそこから肉吸い用のだしを作らなあかんと思って、また一からだしのやり方で、だしの返し用の醤油っていうのはもう全国から15本ぐらい取り寄せて、やっぱ全然違います。全然違う奈良の醤油屋さんやけど、そこのがもう抜群で、も今うちの命はそこやからな、この醤油やから、まあ、あの箱やけどな、錦醤油っていうな。あ、錦醤油。そうここのもう薄口醤油やけど、これが抜群やな。今日は200個あるわ。200。鶏でも買おうかな思ってんねんな卵かけ用の卵はまた別やけど、京都のブランド卵やからあれやけど、箸巻き用はこの一般的なやつで、鶏って一日何個産むか多分知ってる？俺知らんねん。いや、分かんないです10は買うたぐらいで無理っぽいな。肉もぎょうさんいるし、肉も1日な15キロぐらい使うからな、平日ランチだけで。食品ロス全然ないね。でこれをな一時期夜やってて、今は金土だけやけど、
火水木金土って夜やっててん、これやってた時はなほんまに食品ロスが出てて、夜ってやっぱ読まれへんねん。だからやっぱりちょっと金土だけにしてってなったら、やっぱり今度金土にお客さん集中するようになってな、夜は。ちょっとお客さんには申し訳ないけどちょっと金土だけにさせてもうて、今このキャパの店舗どうなんかなと思ってな、移転か次の店なんか分からへんけど、ちょっとお客さん分散してもらった方がいいんかなとは思うよな、最近。奥さんが今おめでたで、もう来年には早々には出産するから、今ちょっと産休してもらってて、で奥さんのお母さんと身内じゃないアルバイトパートの女性が2人と高校生1人とって感じ、やりにくいよ。嫁さんのお母さん一緒やから気使うやん、やっぱりなあそういうもんですか。そういうもんやでやりにくいって言ったらちょっと失礼、やりにくくはないんやけど気使う。まあまあそうですね。なんか可愛いお客さん来てもヘラヘラできへんしさ、報告されたら嫌やなと思って個数で言うところの 10% ぐらい量を増やして200、平日200、今までは平日160ぐらいかな。お客さんからもだし巻き食べたかったのにっていう声が出てきだして、じゃあ営業中にも。そうもうなくなるから毎回やねんそれはな。でも営業中に卵割って仕込むっていうか、割る卵が営業中にないねんけど、全部割っちゃうから、要は場所もないから、狭いから見ての通り、卵も箱で来るから置く場所ほんまにないねんな。2種類卵使ってるから、俺もそら営業終わるまでだし巻きはみんなに食べてほしいなと思ってるからな、やりたいんやけどなかなか。だから鶏買おうかなっていう話もうオープンしてもう2年になるけど、値段はキープしてくれてるから、上がり下がりないから助かってる。問題は米やな。米はやばい。高なってますやっぱり。いややばいよ、もう去年の今頃から比べたらもう倍近く高なってるやん。倍やで、普通に倍やで。これ肉水のだし、これだし巻きに混ぜんの。牛丼がアンガスで。そうブラックアンガス。で肉水はもう和牛、黒毛和牛。よいしょ。ご飯移すわ。泉市隣。ただ奥さんが堺の人なんで、逆に俺が嫁いできた感じ。ちょうどほんでその天ぷら屋さんも堺やかったから。そう今は堺やけど住んでるのは。とこっすよね、堺って。とこやで。とこやと思ったな。隣でよく来てたけど、やっぱ住むと全然違うよな。感じることが。人間も全然ちゃうしな。隣で泉市と堺って隣やけど、やっぱ人間もどっちがいい悪いじゃなくて、全然違う。でも堺は商売人多いし、結構名店も多いしな。でも堺で終わりたくないな。もちろん本店は本店で一番大事やからこのまま頑張るけど、やっぱり
次やるんやったら大阪っちゃもう決めてるから、よっしゃ。はい。はい、すいません。ありがとうございます。ご苦労さんでした。はい、ありがとうございます。どうも。うどん屋さん、そば屋さんに比べたらカツオは少ないんちゃうかな。なよく3パーとか言うけど、俺も最初はそんな比率でやっててんけど、肉水に合わすってなった時にカツオが多すぎたらあかんっていうことが分かって、最初にこれがいいやろと思って始めたんやけどな、やっぱりいざ始めてみると、まあみんなそんなもんなんやろうけど、やっぱりちょっとずつ俺も試行錯誤したよな、やりながら。この2年ぐらいは最初はうどん屋さんとかみたいにさっと出してさっと取ってたけど、もう今はもうがっつりもう炊き出して絞り出すイメージ、肉の結構アクは取るんやけど、まあ後でやったら見たら分かるけど取るんやけど、食べてるうちに進めてるうちにやっぱり肉のうまみとかどんどん出るから、その辺でその表現難しいんやけど、自分で何回も食べてみて、作っては食べて繰り返した時に、あ、これが一番肉水、俺が思ってる肉水の出汁やなっていうのになったから。そう最初オープン当初なんで仕込みももっと早い時間に来て、要はなんでか言ったらこうやって悩んでる時間が多いから嫁さんに「あんたこんな早いって何せあんた浮気でもしてんちゃうか」ってほんまに言われたことあるんやから、朝早うから言うてこの悩み誰も分かってくれんのかとか思いながら思い出した。最初はなサバとか混合させてたわ、そういや。あ、でも美味しい。わ、辛いやろ辛いやろ味は美味しいけど、あ、お水や。いやいやいや。辛いやろすみません、ありがとうございます。生卵入れられへんのがあれ、だしの中に。はい。それはもうお断りしてる。だしの味がやっぱり全然変わるから、で肉の旨味も全然感じんようになるから、卵が入ることによって、ああ、それはちょっとやっぱやめようと思って。よいしょ。食品ロスをなくすか、うちはほぼほぼゼロやから、食品ロスは思い通りではないけど、まあまあ想像通りにはなってるんやけど、よし。
っしゃ。やっぱ大きいですね、九条ネギ。いやでもまちまちやねやっぱり物は大きかったり小さかったりするけど濁るのは濁るんやけど、濁り方が違うし、それ肉質にもよるから、日によってやっぱ肉質ちゃうからな、産地もちゃうから、いらっしゃい、お待たせしました。どうぞ、いらっしゃい、どうぞ。ごきげんいらっしゃい、お待たせしました。僕初めて。彼は何回か来てる。あだし聞いてた。あ、肉多いね。あ、そうですね。肉ちゃうのにね。はい。普通のあれ。あれ肉だって良さあるな思って。もうてこう何をご注文肉水だけは食べようと思って、はい、来ました。インスタで、はい、もう SNS で。あ、美味しかったです。はい。なんか卵の黄身がめっちゃ色濃くて、なんか家では味わえないぐらいのなんかお高そうな卵だなと思って。いらっしゃい。フランス語でジャーナはいよ。豆腐入れたら水分と油が分離してくるから、その後を最後取り切ってっていう感じだな。56とどこやあげるわ。56と
肩バラの一塊あるやん、肩バラ。その中でも場所が違うからバチバチ出てんの。要は油差しがあるとこと、ちょっと端っこになればなるほどこうやってこう身が、卵かけご飯のセットとだし巻き卵。お味いかがですか？あ、そう美味しかったです。美味しかったですはい。肉もいっぱい入ってたし。これヘラでやる方が早い。もう溜まってくるからオーダーが。はいよ、一枚、もう一枚いくよ。はいよ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、どうも、お気に入りでした。はい、どうもお気に入りでした。どうもお気に入りでした。お近くなんですか？尼崎です。じゃあわざわざこのお店のために、はいうわ何を今日はご注文されたんですかね？肉水食べたいな。で、まあ肉セットにしました。肉セットはじゃあ牛丼卵かけ牛丼に変牛丼化、これで終わり。いいでしょう。さすがに連続でいけない。ああ。2回認めるっす。どうも大喜利あらしたお待たせしました。どうも大喜利あらしたどうも大喜利。大喜利あらした大喜利ちょっと待ってくださいね。すいません、すぐ忘れます。で34の次56ももうあげるわ。肉やわ。
いしょ、はい、取りますよ、後ろ。あ、はい。肉の量が普通でもめっちゃ多いってあ聞いてあったんで、今日で結局肉はもう15キロ消費したいな。日曜日はこれの倍やからな。肉挟ん肉挟んよし、おい、牛丼もいっぱいだけ残ってくれる。行ってもらおうか。中にさせてもらいます。はい、すいません。すみません。いえいえいえ。どこまでもついていきますんで。いや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 、やめてください。こちら全然。おいしい。僕肉そば大好きや。ぐるっと歩いても30分もあれば見て回れるって言ってあったから、はい、今もう満開、今一番見頃ちゃうかな。この暑さやからな、パッとされてパッと散りよんね、もっと涼しかったらええねんけど、どうしてもどうもできへんわ、この暑さは。ちょっと甘いしたいぐらいの甘味とかなんかあったらぐらいの。営業前でも行けるときは。もう臨機応変に。はい。冷やし飴ください。冷やし飴。はい。僕も。あ、3つ。冷やし飴3つ。はい。じゃあそれ。ぜんざい僕も。ぜんざい何？ぜんざい4。ぜんざい4つ。ぜんざい4。甘酒あったかいの。あったかいのできますよ。あったかいのね。はい。甘酒。はい。もうこの方がしなくなったら入手困難になる冷やし飴です。
お客さんや。ああそういける。しゃあないやん、うん私一人頑張る海外。これからゲス14、15。お待たせしました。腰大丈夫？妖怪だから大丈夫ですよ。爆発するよ。遅いですけどね、来てからしてた。あ、でも11時やからね、いつもは。今日みたいなオープン11時からでも、うんやっぱりお客さん来られたら、ああ、対応されるそうしますね。まだやねん言うて追い返すことはできませんね。できることだけやけど、ちょっと、メニューは限定されるかもしれへんけど、受け入れます。そこら辺はね、人情派なんで。この椎茸を今からさっと湯がいて味付けますね。まだつるとろろね。醤油、秘伝の醤油なんですけど、代々継がれてる秘伝の醤油をかけて薄味をつけます。それはお客様が来られてからしますんで、このまま吸った状態で冷蔵庫直しますね。秘伝の醤油っていうのはもう63年前にオープンしたんですって、この店。おじいちゃんが、大きいおじいちゃんが、でその時にレシピがありまして、それが代々継いで継ぎ足し継ぎ足しのはいありがとうございました。ごちそうさま。ありがとうございます。ざるに一旦上げて。
うどんのだしです。細かく上手に作らはるので。OK です。昭和46年に NHK の大河ドラマで「春の坂道」っていう大河ドラマが柳生で撮影されたんですけど、その時の大スターの中村金之助さんなんですが、いつも私たちの住んでいる2階の部屋でお着替えされたり撮影の準備されてたみたいで、楽屋みたいな感じに使われてたみたいです。でこれが今は亡きおじいちゃんおばあちゃんと金之助さんと家族で撮った写真です。歴史がありますかなりこの春の坂道の時は柳生はものすごい観光客の方が多く来られて、毎日観光バスが来てる状態で、当時はもうお客さんがあふれるぐらいいっぱいいっぱい来てくださって、うどんの袋を開けるだけのパートさんがいたというふうに聞いてます。一等席知らないんですか？鬼滅の刃見てない？いや、見ましたけどね。一等席ですやん、ゆう。ちょっとチュ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 って上がっていったら、柳生家の墓があって、はい道なりに行ったら一等席があって、で皆さんそこで写真撮ったり、はい、炭治郎の格好して。はい、言うた？なんでやろ？ガーってやったから引っ張ってやったから。今待ち合わせしてるんで、予定では4、5人。オープンすぐです。ねえ、ありがたいことに。
何が一番人気ですか？あ、やっぱり山菜定食、とろろ定食、で十兵衛うどん。今だったら暑いので冷やしの十兵衛うどんとか十兵衛そばやってます。冷たいの。奥様の、おすすめは何ですか？私？はい。いや、それはもうこれ毎日一生懸命煮炊きしてるこの山菜定食かとろろ定食ですかね。いろいろお野菜食べれるんで。はい、3点ね。はい。何やろ。水出していただいて。いや、ぶっちゃけずっと味がする。そうですよね。春だな。うん。焼きそば定食で。はい。いや、ご飯大盛りしといて。大盛りで。二つとも。飲んできてくれたみたいな。定食の漬物って、はい。失礼しました。はい、まず1個目。はい。お味噌汁入れるわな。はい。焼きそば定食。はい。はいはい。ごめんなさい。ごめんなさい。はいちょっと滑りますけど気をつけて。大丈夫です。はい。はい、ありがとう。はい、肉うどんできました。砂糖入れましたね。
菜定食ととみちゃん持っていける？瓶丼です。はい。このぐらいですか？今日何をご注文されたんですか？これは冷やし十兵衛そば。お味の方いかがですか？美味しいですよ。美味しいですか？初めて来たから花勝負が花勝負。花勝負ちょっとはいはい、勝負のこれで継ぎ足しの醤油を入れます。うどんの方。はい。ちょっとお父ちゃんご飯おいで。まあやけど、おいで。まあいいよ、食べるような年代の人やろ。はい。この種類あんねやろね。たまたま硬い子とか。止まれ。よし。まだで。そのご飯とうどんのセット。あ、すみません。お待たせしました。いただきます。こっちもとろろ入ってます。定食のとろろとミニそばのセットを頼みました。めっちゃ美味しいです。美味しいですか？はい。肉そばできました。なんかでも光ったんですよ。はい、肉そば。見るわ。肉そばのお味いかがですか？美味しい。美味しいですか？そば大好きや。何かの帰りか、これからどこか行かれるところですか？すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。お気をつけて。冷やし中でうどん2つと、焼き汁うどん2つ。はい。そば1つ。とろろで追加でもらうことできますか？あー、できます。できます。できます。
せん、お待たせしました。東中でうどんとそばです。はい、すいません。はい、牛べうどんです。はい、10べそばです。はい、3点のおそばです。ありがとうございます。ネギも。はい、ご飯入れてください。終了後、参加者はサイドの方に。ちょっと待ってね。お待たせしてすみません。レシートいりますか？はい。レシートいりますか？いつもお昼はここに来られるんですか？いつもじゃなくて大体よく来ますよ。週2回ぐらい。なんかおすすめのこれ食べた方がいいよみたいな。何でも美味しいんですけどね。チキンうどんとかも多いですね。美味しいですからね。何でも食べる。大体全部食べてますわ。今まで今まで。一通りは。ほんまや、話で、ここ話で、汚い。うどんです。お客さん3名。届くかな。氷ください。ここ入れ替えて。ここ。お待たせしました。焼きそばです。はい。はい、ありがとうございます。
のしいたけの形はね、柳生家の家紋の苦い傘、それをかたどってしいたけ2つ置いてるんですこの十兵衛うどんの由来は。しいたけはもう常にないと。さあ、ちょっとお餅取ってきて。十兵衛うどんです。天丼も美味しいですよ。大根ありますよ。必ず天丼しか食べへんと。なるほど。もうね、庭でもラップが。鶏竹店のあったかいぶっかけのポロ玉付き、僕の好きな言葉でね、細部に神は宿るっていう言葉です。中央線。さあ、お二人でされるんですか？そうです、そうです。ご兄弟ですか？あの機械でご飯を炊くんですか？そうそう。お昼はご飯使うのは何か？うん、丼系あるからね。丼系で、めっちゃ簡単なやつやけど。まあ産地で言うたらもうあっちの南の方やね、宮崎とかね。味のこう核っていうか、はい、しっかりした味を取りたい感じで、こっちはそう香りっていうか風味を取りたい感じやから。
うちはサバとウルメ、サバ節とウルメ節。かけだしのだしよりは出てます。こんな感じで、これが沸いてきたら僕取ってこいつを入れてアクを引いてトータル20分ぐらいかな。ここで28リットルぐらいから40分ぐらいかかるんですよ、この火力で。40分ずっとつけてる状態になるんで、温度の上がっていくスピードが緩やかでしょ。そしたら昆布が溶けやすい。だからあえて早くいくように蓋するっていうか、鶏の胸肉。この鶏は何に使うんですか？これは鶏の天ぷら。煮炊きと筋取る作業。半面で、こちら分けた部位もそれぞれ天ぷらにされるんですか？これ基本的に鶏の天ぷらで、こっちはどうしてもちょっとカットがそんなに大きく取れないんで、ちっちゃい鶏天を使った丼があるんで、主にそっちで使う感じで。他のうどん屋さんとかってこの麺をガサって取ってバーンって打ちつけたりしてると思うねんけど、うちはああいうことはしないんですよ。柔らかい、こう見えてかなりで押したらすぐ潰れるから、でこうやってバーンって打ちつけずに、うちはめっちゃめんどくさいけどめっちゃめんどくさいねんけど、これは麺取っていく時に掴んでないんですよ。もう添えてるぐらいでほどいていって伸ばして、そのたんびに打ち粉つけて並べていく。水分量も多いし、こう寝かしてる時間も長いから2日寝かすんですよ、うちは。そうすることでこうしっかり水分がその小麦と接触してその中まできっちり浸透したグルテンができて、でそれがまたこう絡み合ってしっかりその弾力としっかりつながった生地ができるんだけど、これもう沸く手前なんですよ。これぐらいになったら全部取って、ただでもね、これだけはね、これだけやったら全然味ない。で結局こいつのグルタミン酸とこいつのイノシン酸って掛け算になるんで、片一方だけやったら味がないんですよ。でイノシン酸は温度が96度とかぐらいじゃ出てこないんで、この状態をキープするんだけど、一旦沸かします。ほんならこれで沸騰して混ざらんように火調整して、これを一旦きれいに取ります。うちはもうこれはかけだし専用です。そうなんです。ぶっかけのベースはまた別物なんで。ちょっと寒くなってきたんで、よく出るようになったんじゃないですか。めちゃくちゃ、4倍ぐらいちゃうかな。そうです。出る量は。出して。
ちょっと今こう水とか香りをちょっと落ち着かせます。こっちに入ってる返しは何を使ってるんですか？まあ別に醤油、砂糖、塩、みりん。それに負けへんようにさっぱりしただしじゃなくて、まあそのままざるそばのつゆでも。お米炊けたらこうやって切ってやってちょっと空気当ててやると表面が結構プリッとしますね、すごい香りするでしょ。この油は昨日使ったやつをまあ半分新しいのに刺して唐揚げとかベースで、これは昨日の間は冷蔵しておいてます。でこっちはもうまっさらの油を入れていきます。なので天ぷらとか、まあエビとかが基本こっちで揚げていく感じで、色づきの問題あるので、唐揚げなんかはやっぱりちょっと使ってやった色もついてる油の方が、まあ揚がりも色づきいいし、ちょっとコクあるし。米津さんどうぞ。はいどうぞ。こちらから4分3分お願いします。以上でいいですか。ぶっかけは冷たいの熱いの。冷たいので。野球選手やなと思って。麺の硬さとかこう触って13分ぐらい茹でるんですけど、目安なんですよやっぱり。もう誰も教えてくれないんで、神様いてるわけじゃないから大体これぐらいで茹で上がってくるだろうなっていう予測で大体の目安をタイマーかけてて、でもやっぱりその前後するんですよ。もうちょっと茹でてあげた方がいいとか、もうちょっとこう締まった状態にしてあげたらいいとか、それ茹で生の中のこの状態を常時見てやる必要があるんですよ、タイミングでね。でね、兄とあれやる人がね、同時進行。もりもりに入れていい？
ライバルとかだけどね境がないからね黒い部分は炊いてあげて青い部分は香り残すためにあいお待たした大根おろしはね朝に振らないんですよ僕の好きな言葉でね細部に神は宿るっていう言葉ですよそのディテールにこだわるっていうのがね鶏チク冷や温玉のせでネギ抜き、鶏冷やとろ玉追加でお願いします。いっぺんに茹でないです面倒やけど半分ぐらいでどんどん揚げマヨネーズも一緒に入れるんですね。これ卵の代わり。卵やともう1個に対して何グラムっても調整できないでしょ。これやったらそのいっぺんにっていうか必要な分だけ作っていけるから、それさえやったらいいんやろうけど。
あれっしょー。どうもあれっす。お気に入りっしょー。筑天ぶっかけのあったかいのっていきますよ。1点は3枚なんですよ、で3種類で味変えてるんで、ただこの鶏チクの時は1枚になるんで、ちょっと、柚子胡椒メインでランダムでって感じですかね。いらっしゃいませ。おいといさん。こちらの席どうぞ。酒の温かい麺に。はい、はい、すみません、失礼します。レモン絞られたら小皿にお入れください。はい、鶏チク天は冷たいぶっかけの大盛りで、レモン絞られた小皿に入ってください。お味いかがですか？めっちゃ美味しいです。美味しいですお店よく来るんですか？たまに来てます。あ、そうなんですね。コシがあっていいです。はい、お待たせしました。どうぞ。
冷たい。じゃあぶっかけでご用意しますね。ネギ大根おろしでも大丈夫ですか。冷やぶっかけでレモン絞られた小皿におってください。つけて大丈夫なんかな。それもう先出すから。あちらでお気をつけください。お味いかがですか？めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。何で知られたんですか？私をネットで見て。来る予定があったので。うどんが好きなんで。あ、そうなんですか。あちこち食べる。やっぱ他のうどん屋さんと違ったりしますか？あ、麺のもちもち。コシが全然違います。鶏天カレーだ。柔らかい。昆布うどんの麺で先だ唐揚げの冷たいぶっかけうどんで、はいどうぞ。豚ネギのうどんです。セットの丼すぐにお持ちしますので。すいません。はい、どうもいいです。お味いかがですか？美味しいですね。お味どうですか？美味しい人。美味しい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 。手上げとる。美味しい美味しい。鶏筑天のあったかいぶっかけのとろ玉付きレモン絞られた小皿に押してください。うちまだ厨房広いからよかったよね。はい、お待たせ。大盛りでワッチで聞いてください。初めてですか？どうでしたか、お味は？美味しかったです。一番今まで食べたうどんの中で一番美味しかったです。そんなにですか？でも確かに美味しかったですね。鶏天もめっちゃ美味しかったです。
こんな風にね熱いうどんでこう麺線整えるとこも少ないしね。はい、これもちくわにみんな買ってみてない。これじゃすぐ出しますね。堀さん、天王か。お箸に気をつけてください。出汁が私が美味しいです。お店来られるのは初めてです。初めてですか。ツルツルで噛み応えもあるというか、コシがある。お二人の推しはそう俺が行く方向に一緒に行けば。僕が20代サラリーマンしてた時の得意先の専務でした。そうなんですよ。で、都市が1個しか違わなくって、まあなんかもうほぼそうね。はい、はい、懐かしい限りでございます。あ、もう真夏が地獄の仕事でしたよ。真夏に全部集中してるんで、そういうのをもうお互い乗り越えた中で。何年ぐらい建築？僕は約10年ですね。あ、10年。はい、20代全部。全然だから修行もせずにこれになってるんで、じゃあ建築士は誰もいないです。誰もいない。だからこう固定概念がないんですね。そういうことです。もうで、そういうことです。うどん屋としてこうやらないといけないとかそういうルールが僕らにはないので。丼また出します。はい、踊ります。じゃあ娘に聞いてあげて。東京から来られたんですよね。はい。東京のおうどんと違ったりしますか？全然違う。全然。柔らかさとか、天ぷらのもう味、美味しさが全然違う。どっちの方が好きですか？でもこっち。じゃあまた遊び来ます。すみません。ごちそうさまでした。ありがとうございました。めっちゃ早いですけど、良いお年を。良いお年を。じゃあごちそうさまでした。ありがとうございました。ですけど今おいくつになられるんですか？僕はね、来月で45です。ここのお店は今何年になるんですかね？僕が開業したのが31の時なんですよ。だからもう14年。来年の2月で14年。梅田の地下街で11年半やったのかな。じゃあちょっとお店は広くなったんですか？だいぶ広く、昔の店はね5坪しかなかったから、めっちゃ狭くてね、そこで全部やってたからね、一番多かった時で130人来たかな。お兄さんが開業された時から一緒にされてたんですか？まあ2人で開業したりとかですね。2人でされたんですね。その驚かなかったですか？その急にうどん屋やるってなって。もともとはね、ベースがあったっていうか、うちの親がずっと長いことその第3ビルの場所で駅そばみたいな店やってたんでそれる麺に対してこう置くんじゃなくてこう置いてあげると綺麗ですね。
ちょっとそぼろが固まったような状態なんです。まだこれバラバラなんですよ。でこれに何日ぐらいですか？あ、これ練ったのは金曜日の夕方、じゃあちょうど2日前ですかね。2日前、そう分離する人とかもいてますけど、うちはもうこの機械でもう朝麺打ったらもう粉まみれになるからね。で今ベタってなった状態でこれをこうまた重ねていくんですよ、はい、それをこう折り込んでるから層になりますよね。層ができて、でまたこれがこうぐーっと平らになって、だから今度逆方向を折るんですよ、はい、そうすると両サイドが中に入ってくるから均一化される。重ねれば重ねるほどこの生地自体は硬質になるんですよ。硬くなる。要はその密度が上がっていくから。その代わり隙間がなくなっていくんでね、はい、要はその伸ばしきってないやつをまた折り込んで伸ばしてってやるんで、必ずその生地の中にものすごく細かい隙間がある状態なんですよ。でそれを何回もやっちゃうとどんどん密度が上がるんで隙間がなくなっていくんですよ、っていうことはものとしては固形になるから硬くなるんだけど硬いっていうだけになるんですよ。要はそれは食べた時の弾力とかにならないんですよね。普通の人はもう1回ぐらいやるんですけど、僕はもうここで止めるんですよ。あえてちょっと緩いぐらいのね合成感ではいくんですよ。これでね、わかる？ちょっと見るか。こういうこと、これ隙間があるでしょ、はい、でこれなんとなくこの層になってるでしょ、この段違いになってる層があることによって、要はここは茹で上がっても空洞のまんまなんですよ。ここは柔らかくなるんですけど、ここに水分だけ込むんですよね、はい、だから中がみずみずしくってもちっとする。もちろんその粉自体の生地自体の弾力もあるけど、そこに水分が空気が抜けて水分が入ってっていうので、その弾力二次的な弾力も出すっていうのが目的。なるほど。はい。僕ねこれつけん防塵マスクでないともうアナフィラキシーショックが出るからね。小麦吸い込むと食べる分にはまだいいんですけど、はい、粉体で吸い込むともうすごいことになるんでまあやらざるを得んからやってるけどまあだから近い将来もう多分うちはもうできなくなってる、日によったらもう全然ダメな時もあるし、だからもうよく来てくれるお客さんにはもう今のうちやでもういつできんくなるよりかは分からへんから、まあ多分そんなもう2年とか3年とかはもう多分絶対できんと思う。もう悪くなっていくスピードの方が速いからね。ガッツしないことがあるから今は基準で 3600cc 入れてるんですけど、その時の加減で 50g 増やしたりわずかちょっと減らしたりみたいなことはで、これは増軟水リンゴ酢、はい、米酢とかは使わないです。果汁酢です。これはもう粉の量に対して 1% も攪拌します。
分かった、お酢を入れます。で、加水ができたわけですね。小麦粉に接触していく感じになります。しているのは止めずに、だいたい2回に分けるぐらい。っていう感じ。いいですね。いいですね。ちょっとモロモロっとした感じ。モロモロっとしてるんだけど、水はしっかりついてる感じ。粉っぽくない。明日とか明後日とかにプレスして麺打つっていう感じだから、これなんかはそうね、これなんかはもう今朝打ったやつなんだけど、これでもまだどんどん時間が経っていってるんで、この中でもまだまだ浸透していってるから、この間プレスして切った時よりもここの麺がよりこう結合されてるっていうか、乾いてない状態っていうか、しっとりしてると思うんですよね。こうなると中がしっかり熟成されてる、反発しない、しっかりこの小麦粉から麺になる、麺生地になるっていう感じ。アレルギーなのにこう誰よりも小麦に詳しいっていうかいや僕よりもそれはメーカーさんとかの小麦のメーカーさんの方がもっとね、こう小麦の蘇生として知ってるけど、まあたかがうどんでたかが麺なんだけど、魚とか野菜とかっていうとこうまあもう地球の産物じゃないですか。大地と海の産物で、まあ肉とかちょっとこう人の手がだいぶ介在してる部分があるんで違うんですけど、ただでもこれはこいつだけではどうしようもないんですよね。これだけではどうしようもないんですよ。これだけむしゃむしゃ食えるわけじゃないんで、しかもこれをこうじゃあこれ水溶いただけで美味しいかって美味しくないし、これをこう別に焼いても全然美味しくないし、でこいつだけで本当どうしようもないんですよ。やっぱりこいつに対して無責任ではダメなんですよ。だからその感覚的にこれがいいとかっていうことも大事なんだけど、そのメーカーさんとしっかりディスカッションして、あ、こいつはどういう産地でどういうものから作られてて、どういうふうな過程をとってこの状態になってるか、どういう技術でもってこの状態にしてるかで、メーカーさんがこいつで意図してることはどういうことなのかとかっていうのを一個一個しっかりこう僕なりにこう理解して、できることならこいつたちのポテンシャルを 100% に近い、もしくは 100% 引き出すことを模索するってことですよね。小麦アレルギーっていうのはもともとあったんですか？ないです。やりだしてからですか？やっぱり小麦アレルギーなんかなっていうのが分かりだしたのが、商売やり始めて8年ぐらいかなした時ぐらいに、どうも小麦粉触ってたらくしゃみ出るなっていう感じ。その時はまだそんなにたまに出るぐらいだったけど、それがこう頻度が高くなっていって、で4年ぐらい前かな、4年ぐらい前にはもう小麦粉ね、こう計量すると舞うじゃないですか、はい、あれを計量してるともうくしゃみが止まらなくなってきだして、これは小麦アレルギーかなっていうので病院、耳鼻科で検査してもらったらきっちり小麦アレルギーありますよって、簡単な気持ちで始めてやりだして、やりだすとこうね、もう当初はもうすっごい暇で、もう梅田のど真ん中でやってんのに1日にお客さんがもう30人来ないとか、昼も夜も営業して30人来ないとか、もう下手したら
15人ぐらいしか来えへんかったとかあったんで、もうほんまにどうしようっていうことも多かったんですけど、まあでもその時にこう来てくれるお客さんがいてたんですよね。その時の常連さん、その人たちがいてるからやめれなかったっていう。でやめれねえからなんとか流行らさなあかんっていう感じで、だから今とその当初って比べると全く違うことやってます。全く違うことやってる。で今から思ったら昔ようあんなんで金取ってたなっていうぐらいなんで金取ってたなっていう。まあでもその頃からずっとまだ来てくれするお客さんもいてるし、でだから感謝してるんですよ。僕らはもう毎日そうやって来てくれるお客さんをもうほぼ実験台みたいな感じにして毎日やってきたんですよ。得体の知れへんやつらがやってる店に勇気持って飛び込んで入ってきてくれたお客さんばっかりなんですよね。今から思えば、だからその人たちの期待を裏切れない、その人たちの気持ちを裏切れないっていう気持ちが強くて、まあ小麦アレルギーひどくなっていってるけどまだ頑張ってやってる感じです。3、4回目ぐらいなんですけど、並ぶ会がありました。やりたかったですよ。削りたての武士で取っただしのうどんっていうのを、だしの美味しさをやっぱり感じてもらう場所っていうのを作りたかったんで。だからその温度差がある方が結構ふっくら。ああ、氷入れてご飯炊いたりしはりますもんね。そうなんです、そうなんです。だから熱いだしに米入れてもう一回炊くとあんまりこう米粒にしゅまへんいうか。
もうずっと同じ場所でやってはるんですか？そうそう、初めから当初まああんま初めの時はこんな入り口遠なかったけども、ビニールでなんていうの、ほんまの屋台みたいな感じでやってて、なんていうの簡易テーブル、これ明日のそう食事、これそうそう金かけてないというわけわからん。そうそう、全部作ったんですよ、運んだわけで、あとこっちで座ってこんな感じで、それでここ揺れるからこの箱の中に醤油入れて重いに机買った方が安いし時間無駄やけど生まれた時からもうあれですわ、もう身近に松岡さんの削り節があったんですよ。サラリーマンになって外出るじゃないですか。で飲むじゃないですか。あれ違うと、なんでこんなに味が違うんだということに気がついて、これが普通のもんやと思って育てたんですけど、別に普通じゃないんだという感じですね。カフェレストランに入ったんですよね。でそこで3年ぐらい運営現場でずっと働いて、経営のところを学ぼうと思ってスタイルさんに入ったんですよ。そんな流れですね。まずちょっと生地伸ばしますわ。あ、そうですね。よし。昨日よりはしっとり感が。ね、しっとり感ちょっと煮詰まってるでしょ。この2つが定番の大阪だしで、これ1個が月替わりのつけだしのだしです。これ真昆布だけなんですよ。あ、昆布だけ？はい、真昆布。もうほんまちょっとだけしか入ってないんで、そんなに昆布の味が薄いと思いますよ。ほんまちょっとだけで。削り節の良さが際立つぐらいのように。
濃いめにするんで、だしパックを多めに入れましょう。はい。入ります。はい。買うやつを書くやつやね。別に順番書くとかない。あ、それはまたちゃいますね。あとパートさんが来るんで、次犯人や。まあまあ、いい感じの。いいですね。はい。とりあえず麺をだしの味付けいきますわ。こっちがサバ。この2つはサバを削ったやつです。魚によってね、天日のやつと燻製のやつと、やっぱりね、もうちょっと色濃くなったりするんです。メニューになりますんで。あ、1枚で。メニューになります。はい、じゃあこちら整理券ですね。はい、すいません。後でお待ち。すいません。90年。大谷は離れるんですけど。よろしいですか。C の1ですね。はい。お、どうもね。じゃあすいません。すいません。よろしくお願いします。
おいでが2つや。もうええ加減やな、教えて。そうですね。お写真出てるんで写真見ていただいたらこれです。お伺いしてない方お伺いします。はい。大阪の僻地から来てるんで。あ、そう、どちらから？泉南市。泉南から。もう朝6時に家出てきたんです。いや、すごいですね。めっちゃ美味しかった。美味しかったです。もう来た甲斐がありました。何を持ってはる？余るから持って帰れるみたい。じゃあちょっとしばらくはもうそうです。これで楽しめます。家でも、はい。また何時間もかけて帰ります。ありがとうございます。鰹節ご飯とかけうどん、きつねうどんもすごくきつねのお揚げの味付けがすごく美味しかったです。はい、かやくのきつね、よろしいです。はい。結構3回目とか、3、4回目ぐらいなんですけど、
で今日は何をご注文されたんですか？限定のやつがあるって聞いてたので、まあ、それ食べたかったのと、まあ、あとここかやくご飯と鰹節ご飯があるんですけど、それがもうめっちゃ美味しくて、もうかやくご飯も一番ここのやつがすごい好きで、今日はまあかやくご飯でやりました、ね。じゃあ前回は卵かけ、卵かけと鰹節の、はいはい、あれ持って帰ってまた家でちょっとやったりとか、余ったやつをお持ち帰りしたり楽しいです。ちょっと少なくねかやく。これかわいい。あ、違う。美味しい。ご飯入れます。あと2名やね。はい。おなまじ。バイバイ、こんちゃん。すみません、ありがとうございます。このお店っていつからしてはるんですか？その12月で3年ですわ。削りたての武士で取っただしのうどんっていうのをほんまにやりたくて、でそれがきっかけで、まあだしの美味しさをやっぱり感じてもらう場所っていうのを作りたかったんで、1ヶ月に1回やったら多分継続してできるんちゃうかなっていう、だしの美味しさを一人でも多くの人に知ってもらうためみたいな感じですね。やっぱり何回目かっていう方もいっぱいいらっしゃいましたしね。そうそうそう、それはありますね。リピーターがやっぱりリピーターはいますね。増えて、ニーズがなかったら僕たちももうやめてるんで、ね、もうやめようと言って、でもこんだけお客さんがね好評で宣伝もしてくれるから、まあやろうかいうのでやってますね。だしパックとかいうのも販売はしてますんで、お味噌汁であったり鍋であったり煮物であったりとか、いろんな料理にも使えるというのがこの大阪だしの素晴らしさなんで、だから、業務用から、ご家庭まで幅広く、お客さんにご利用いただきたいなっていうのが我々の思いでもあります。インフォーマーズみたいなところで、